この仕事実は一回断る。でこの中に IC4 の人が全員おるんだって。全員おる。今日は、2018年の LA タイムズマガジンのカバーの話。2018年に LA タイムズの表紙をやりました。でもこれって LA タイムズって言っても LA タイムズってモノクロなんよね。新聞と一緒だけどね。うちでやったのは、実は LA タイムズカレンダーっていうやつ。ニューヨークタイムズマガジンの表紙もあれニューヨークタイムズじゃなくてニューヨークタイムズマガジン。ニューヨークタイムズマガジン LA タイムズカレンダーみたいなことなのかね。なんで IC4 にオファーが来たんですか？うちが迷路探偵ピエールっていう本を出しとって、迷路っていうのとアカデミー賞の受賞っていうのがまるでもう迷路のようだと、迷路をくぐり抜けていくようなものだというのをディレクターが表現したかった。その時に迷路みたいなこと描ける、人で迷路が描けるイラストレーターおらんかなって、おるじゃんこれいっぱい描くやつがっていうのでうちに仕事の依頼が来ました。それってさ、先にアイデアが思いつくんかね、それともうちのイラストを見て迷路と押すかって思うかね。多分これは先に迷路のアイデアがあったようなと俺は勝手に思っとるけど、もちろんそのうちのイラストを見てアイデアを浮かばせてくれる人もおると思うよ。よくね、編集者の人とも話してどういうふうにイラストレーター探すんですかって聞いたら、やっぱりうちの場合だったら迷路の本を出したいなっていう長岡書店の吉田さんがね、時に緻密、迷路、イラストとかディテールとかそういうワードで検索するんだって。でそれで見つける場合もあるし、書庫に行ったらイラストレーターのポートフォリオがいっぱい並んどって、過去に営業で送ってくれたやつね、それをこう見ながら、この人違う、この人もしかしたらできるかもしれない、こっちストックっていうので決めていく。でもアートディレクターだったらさ、いっぱいイラストレーターとかチェックしとるじゃないですか。でも自分の中に引き出しはあるから同時かもしれない。そうだけどそこが結びつく人が優秀な人だと思うよ。パンパンっていく人が。でその時さ、そのオファー来た時って興奮したの？やったと思ったけど、この仕事実は一回断る。今考えたら、なんでそんなバカじゃないって思うんだけど、その時ちょっとこんな感じよね。忙しい、俺はもうアーティスト忙しいみたいなちょっとあったわけ。違う、今のなし。そんなことは思わんよ。めちゃくちゃ忙しかった。さすがにそこまで俺 LY タイムズすげえやりたいって思ったんや。すげえやりたいけどもう絶対できんと思ったんや。でこれ最初のスケジュールと納期って覚えてる？最初に話が来たのがいつ？2月の8日。納期は？納期は、トータルで約12日。アカデミー賞がいつかいね。3月4日です。で出るのはアカデミー賞の当日の朝。一回ちょっと条件も厳しいんでごめんなさいっていう話したりしたら、いろいろその交渉っていうか話する中で向こうからちょっとメールが来て、いやこの日の LA タイムズは特別で、もう1年の中で一番重要な、一番セールスもあるし、これは絶対断るべきじゃない。イラストレーターのキャリアとしても絶対良くなるし、これ本当にスペシャルなことだから、ちょっと条件もこちらも考え直すんで、ぜひ考え直してください。優しいよね。広島で言ったらフラワーフェスティバルのカバーみたいな、中国新聞のね、カープの開幕のカバーとか。そういうやつ。アカデミー賞の予想とかあるじゃん。ああいうのって LA タイムズが出したの結構。出すんじゃない？だけ要はカープの情報って中国新聞から読売新聞とかに売られたりとかあるじゃん。なんかそういう記事元で、記事元が LA タイムズなんだ。だってカープの記者は広島に一番多いわけですよ。そういうことなんよ。世界中の映画関係のメディアが、それでもうやろうやと、それじゃったらもう頑張ってやろうやっていうので、なんか増やしてくれたね。これ内緒かもしれんけど、で納期も増やしてくれて、もうやりましょう。めちゃくちゃ優しいよね今考えたら、いうのでスタートしました。そしてアートディレクターから来るの。はいだそうです。どんなディレクションがありましたか？最初に来たのは、なんかレッドカーペットがあって、もうこんな枠とかも何もないの。その人がクシャクシャクシャっとってちょっと迷路みたいになってるの。
それだけなんだけど、それをこっちでじゃあどうしようかって言った時に、レッドカーペットは細かったら迷路にならんけ、会場みたいにで四角いけ、迷路にするためにこう広げましたと。スタートとゴールじゃん迷路って、そしたらスタートどうしますかって言った時に、リムジンで来て降りると、でこの中をこう迷路にして、でゴールって分かりやすくするためにまたさらにでかいオスカートを置いて、でここがゴールですよ。この中でちょっと難しかったのは、その人のサイズが今度小さくしてすげえ増やしたとしたら、もう誰が誰やら分からんよね。だからこの中に最初からシェイプ・オブ・ウォーターとダンケルクと、当時こうアカデミーの取りそうなやつ、全部じゃなくて、全部じゃないよ。LA タイムズも知らんわけよ。何個かを入れとってねって来たんじゃけど、もちろんそれは入れますよ。でそれ入れる時に人がちっちゃかったらもうダンケルクってどれがダンケルクかわからんのよ。だけどある程度の人のボリュームがいるよねっていうのでこうラフで考えていくわけ。それでラフ考えてったんだけど、今でもちょっとまだ心に引っかかるんだけど、90周年じゃったんよ、アカデミー賞が。90周年だけ90ってこう迷路でさらにここが90になっとったらいいなと思って、もう一仕掛け欲しかった。そうもう一仕掛け作りたかったんよ、そしたら賞が取れるかなっていうのがあって、90周年っていうこと、そうだから90ラフ書いてみたんだけど、これやっぱりできんわって、この迷路が簡単でね、迷路にならんわと思って。でも漢字の90になるって言ってた。そうですよそうじゃん。それでやっぱ迷路にする方を取ろうと思って諦めたんよ。それでこれになったんだけど、あとそのシェイプ・オブ・ウォーターとダンケルクと、あと何だったっけ、君の名前で僕を呼んでと、チャーチルとゲットアウト、ベリーバード、ファントムスレッド、ザ・ポスト。そんなに入れてくれって言われたっけ。いや、その中から適当に見繕ってくれって言われたんですけど、それが見繕えないんで、もう作品賞のそのノミネートを全部は入れましょうって。じゃあ、はい、全部入れたんよ。今ので分かったやつ何個ある？もう一個はスリービルボード。ゼロ。この中全部入ってるよね。全部入ってる。でもこれこれはあれなんかなっていうの。本当？スター・ウォーズだろ。いや、あれ、美女と野獣は美女と野獣分かるわ。この中に IC4 の人が全員おるんだって。全員おる？もう覚えてないわ。どこにおる？いいわ。大輔さんは。どこにおる？これ？そうですね。俺は？言っていいですか？言っていいよ。そうです。おっと。じゃあ私は？それ。じゃあそこじゃん。これ何シーキリかな？そうその映画アイトーニャ。トーニャハーディング。トーニャハーディング。うちフィギュアが好きじゃけんハーディングの横に置いてくれたわけ。そう。ありがとう。ありがとう。でもね、キリガンの方が好きだった。でもあの時はね、伊藤みどりを。いやトーニャハーディングあの時めちゃめちゃ悪者だったじゃん。そうだけ伊藤みどりを応援しとった。分かった。どれ？これ？ほんまじゃん。いやこれね、大輔がすごい映画好きでから、すげえテンション上がっとったんよ。で俺もうとにかくもうピエールのその最後の追い込みで、そんなに時間取れんかって、でもう最初のラフスケッチは俺が描いて、パーツも俺が描いて、人のスケールはこれですっていうのを何人か描いて、で車とかそういうのは俺が描いて、ではい頼むね。結構細かい人は描かして。この時なんか女性問題もあったよね。そうなんですよ。ハーベイ・ワインスタインっていう人の、その人のセクハラとか映画プロデューサー。映画プロデューサー。それでそういう問題があったんで、ワインスタインがチケット持って会場に入りたいけどガードマンに止められとるっていう。誰か気づいた向こうの人とか。これは気づいたAD の人が。そうなの。それお前考えたの？そう入れたらどうかなと思って。ダンケルク兵隊を描くのに、みんな銃をやっぱり戦争の映画なんで持っとるんだけど、当時これ全部銃は持っとるんだけど、銃の乱射事件がアメリカでちょうどこの制作中ぐらいにあって、
でやっぱりそういう事件が起きたからにはその銃をこう持っとるとかいうのってやっぱ気になるんかなって思ったりとか、それはなんか日本との違いが分からんけ、ちょっとなんかそれはどうなんじゃろうってなったりせんかなと思って一応相談したりとか。それはなんていう感じ？いやそれはもう映画で全然いいですって。あと一番気になったのは衣装よ。その当時もうアカデミー賞にみんな黒い衣装を着ていくんじゃないかっていう噂があった。ありましたありました。そのミートゥー運動でじゃあどうするっていうのがあったけ、そこだけはちょっと確認して。そうですね、確認しました。一応まあ黒じゃないやつ書くよ。これは最初本当はこの4分の1ぐらいのボリュームでいいよって言われて、で色ももう一色でレッドカーペットのレッドだけ入ってればいいよって言われたけど、やっぱ神さんがラフから検討していく中で、いやいやもうちょっと迫力出したいとか、こっちの方がいいじゃろ、フルカラーの方がいいじゃろうとかいう判断で、まあ手間はかかるけど人もバッと増やして色もフルカラーにしようっていう神さんの判断。どうせやるならね。じゃあ最初このサイズやったってこと？そうそうサイズっていうかこれを大きくした。もう人も少なくていいし、このくらいのボリュームっていう。そうボリュームで密度も少なくて、色も少なくていいよ。その代わり納期短い納期短いけど大丈夫でしょみたいな対応してくださいみたいな感じだったけど、おかみさんがどうせやるならちょっとそんな何回もやるこのディレクターのすごく優れたところは、あんまり気にするなと、もうそんなこと気にせずに思い切って書いてくれっていう決断ができる人だったけ、それ俺ディレクターってそういう仕事だと思うよ。ディレクターっていうのは監督なわけじゃけ、アートの監督なわけじゃけ、そのアーティストが作業がこっち向かって走れっていうので全力で走れるような道を作ってくれるのがアートディレクターなわけだ、でそこで多分アートディレクターによってはどうしよう、いや黒入れとった方がいいかね、やっぱり色があった方がいいかねって迷い出す人っていうのはディレクター向きじゃないと思う。プロデューサーには向いとるかもわからんけど、そういう意味じゃやっぱりこのクラスになるとディレクターも優秀、LA タイムズっていうのはだけど、すごくオスカーに影響力があるわけよ。で最後仕事が終わったらなんと当日送ってくれたんだね。当日朝です。もう当日の朝こういうふうにレッドカーペット、オスカーのレッドカーペットに持ってってこう広げて写真を送ってくれた。この人誰なの？これは LA タイムズの社内の人で、IC4 デザインもレッドカーペットを歩いてるよっていうメッセージと一緒にちょっと一言言っていい？最後にこれね90オスカーなの、キリがいいよ。で俺 ABC の審査員今回100じゃん、100年目の審査員だ。結構気持ちがいい数字なの、で90年オスカーのレッドカーペットの上をうちの絵が歩いた、でもイラストレーターにとって多分自分の絵がそこのレッドカーペットを歩くっていうのは本当にすごいこれ以上ないぐらいのいいことだと思うんだけど、やっぱ自分が歩きたいよねと思った。これの話していいや。これはビッグシックっていう映画で、このスタンドアップコメディアンのこのなんていうんだろう、インド系っていうかその男性のラブストーリーで、これは結構すごい感動しましたみたいな。じゃあこの赤ちゃんはこれはボスベイビーかな、なんかノミネートされた。アリさんのチェックポイントはこの人これはザ・ポストっていう、これも作品賞にノミネートされとったワシントン・ポストかなんかの話で、トム・ハンクスと名前が出てこないこゴリラがおるよ。これはキングコングのドクロとかキングトングのなんかキングトングキングコングのこれもこれは3ビルボードのフランシス・マクドーマンドの。これ知っとるよ。これディズニー映画だっけ？そうですそうです。リメンバーミーか、日本のタイトル。これも意味あるこの猿。これはあれです。猿の惑星のリメイク。リメンバーミーって英語タイトルなんの？はね、ニコ、おばあちゃんの名前の。へえ。チケット持っとるけど入れん人は？ここです。ワインシュタイン入れない。ピカソがおるね。これゴッホの英語。ゴッホじゃごめん間違えた。オッケー。
司会がジミー・キンメルですごい有名な司会者の人。ここはフィクションだけどシドニー・ポワチェって確か黒人で初めてオスカー受賞した、昔の人じゃね、70年代ですよね。レジェンドを入れたってこと？なんか当時この時に、オスカーが白すぎるみたいな問題があったりして、その黒人の受賞者が少なすぎるみたいなのがあって、オスカーの賞を取った人がってことか。夜の大捜査線？嘘？なんですかね。今ね、大ちゃんがねオスカーが白すぎるって言ったじゃん。もう私これオスカーおじさんになってしまったの。オスカーおじさんが白すぎるっていうことなのかなって。これは何？この青も何？これガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバー。以上以上です。はい。